昔は俺たちの生まれるずっと前、ここは全部海だったんだ。本当だぞ。国道から先はずっと海だったんだ。どうして？どうしてって何が？どうして海が田んぼになったの？物知りな秀一は自分のわからない問いが出てくるといつも聞こえないふりをする。どうして海を田んぼにしたの？帰るぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん待ってよ。お兄ちゃん。置いてけぼりを食うのが怖かった。お前は臆病で寂しがり屋で少し甘えん坊なところのある子供だった。どうして人間は死ぬの？最初からそう決まってるんだよ。死ぬことに決まってんだ。生き物はみんな。言葉を覚えてからお前は何度も「どうして?」を口にしてきた。どうして人間は死ぬの？修二、お風呂に入りなさい。母親は笑う。いつも苦笑いを答えにしてしまおうとするずるい人だ。そんなこと考えてたら頭壊れるぞ。お前は忘れてしまったかもしれない。だがお前は秀一の答えに初めて納得した顔になり大きくうなずいた。お前の家は地元の人間が浜と呼ぶ地域にあった。浜の人々は干拓以降にできたいくつかの集落をまとめて沖と呼んだ。秀一は沖を通るときは息を止めなきゃダメなんだとよく笑っていた。父も母もそれを聞きとがめやしなかった。お前が小学校に入るか入らない頃、若い男と女が一緒に暮らすようになった。男の名前は噂で賢治と言った。鬼の賢治、略して鬼賢。女の名前は茜という。隣町でホステスをしているという噂だった。
どないしたんや。どないしたんや。何泣いとんねん。ボロボロやな。まだすぐに外れてしまうで。お前沖のもんちゃうやろ。浜か。自転車押して帰るしかないで。遠いで。ジャージュはようちまで送ったろか。乗れや。はよ乗れや。僕名前なんて思い出したろか。主人やこいつ。さっき見たら自転車にそんなに書いてあった。全員にならんことやと目星がつくやん、おにけんは。そや極道の人殺しの強姦魔の鬼剣さんや。アホどもが！ほんまや、みんなアホや。それをほんま！あかんて、子供にとる。勉強や。あかんて。あかんて。こっからなら自転車押して帰れるやろ。自転車下ろしたらさかい、お前も降りとけ。1万円。ああ。怖かったか。ちょっと。せやけど泣かんかったんやんけ。おどねしそうな顔しとっても意外と腹座っとるんちゃうか。わしの車乗ったんやわ、黙っとけよ。ほな気ぃつけて帰れや。まだ車に乗せとるわ。今度はあれ乗らんとけや。
数日後、鬼剣の死体が山中から発見された。鬼剣は胎児のような丸まった姿で穴に埋められていた。致命傷を与えたのは腹に打ち込まれた何発かの銃弾だったが、両手両足の爪は全て剥がされ、右目も釘のようなもので潰されていた。いや、潰されたのは右目ではなく右の睾丸だったという人もいた。アホどもが、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 お前の物語は人間のために初めて流した。アホどもが、その涙で始まる。アホどもが、アホどもが。噂だと昔ここの神父人を殺して刑務所に入ってたんだって。鬼剣の時とちょっと似てるよな。似てるって何が？よそ者は誰でも無所帰りになるんだよ、噂話だと。ねえしゅうちゃん、ここクリスマスパーティーやると思う？は？やればいいと思わない？しゅうちゃん、思うけど。やれば行く？鶏の血とか飲まされたりして。ひえー。普通の人みたい。見た目普通。でも殺人犯。噂だから。噂話っていい加減だし。なんだよそれ。決定、決まりだよ絶対。犯人の名前は宮原だって言ってた。年もその頃20歳くらいだって言うから計算合うんじゃないか。でもそんな事件の犯人がもう刑務所から出られるの？普通死刑なんじゃないの？そんなことないよ。無期懲役だったら今頃仮出所でもおかしくないから。4人も殺して死刑にならないの？そういう場合もあるよ。情状酌量って言うんだ。最近はなるべく死刑にしないようにって流れになってるし、それにもし18歳19歳で事件を起こしてたら未成年だし死刑になんかならないと思う。だったら名前もわからんだろう。お父さん、もうお酒その辺にしといて。別に報道されなくたって近所のやつらには名前くらいわかるでしょ。今度図書館で古い新聞記事調べてみるから、もし未成年じゃなかったら犯人の写真も載ってると思うんだ。主治、もし犯人の写真があったらお前のを見せてやるから顔同じかどうか教えろよ。殺人犯だもんな。すげえよ。もし本当に殺人犯だったらどうすんの？どうもしないよ。どうもしないけど、まあいかにもって感じだよな。いかにもって？起きだもん。外では言わないけど。いただきます。いただきます。すごい事件だった。信じられないぞ。聞きたいか？教えてやるから気をつけて立って聞けよ。大事な話なんだから。鬼のようなやつなんだよ宮原ってのは。
別れ話が原因なんだよ。それで包丁で一家に合計100回以上刺したって。もう狂ってるんだよ。すごいよ本当。すごいよ。教会にあいつまだいるだろ。と思うけど。今度会ったら聞いてみろよ。包丁で刺した時の気分ってどうでしたって。こんな風に刺したんだよな腹を。お前が黙って耐えていることを両親は何も知らない。順調順調。なんだよそれ。おう、悪い悪い。席取っといてくれなんか。サンキュー。サンキュー。でさ、クリスマス。なんか。誰？何か用？クリスマス会。二人？うん。後で誰か来る？来ない。俺たちだけ。どうぞ入って。もうすぐ始まるから。うん。あの女の子すっごい可愛いよな。メリークリスマス。男の子2人とは前に一度会いましたね。エリと学校は違うの？浜の子です、あの子たち。浜というのは駅の方のことですか？はい。沖は干拓地ですね。そう、昔は海だったんだって、この辺。浜と沖は仲が悪いんですか？仲が悪いんじゃないの。浜が勝手に沖のこと差別してるだけ。どうして？知らない。どうして？人間の命は皆同じです。聖書を差し上げます。取りにおいで。さあ、早くおいで。お腹痛いから帰ります。なんで逃げるの？しゅうちゃん、聖書をもらったらもう逃げられなかったぞ。エリみたいに一生教会に監禁されたらどうする？やっべえ。そしてお前は中学生になる。しゅうちゃん、しゅうちゃん、また同じクラス1年3組。おう。校則守る気ないのか？この髪型が好きだから。学校の決まりは個人の好き嫌いとは関係ないんだぞ。好き嫌いの方が大事です。学校来るんなら学校のルール守れ。守らなくても義務教育だから。
お前大人なめてんのか？別に。なめてんだろ。ふざけんな！じゃあ放課後まで待ってやる。髪切る気になったら職員室に来い。放課後のホームルームの時もそのままだったら教室で切るからな。俺が切る。いいな。はい、それでは今から学級委員を決めます。じゃあまあ1学期は先生の推薦ということで。お兄さんも一昨年は生徒会長だったんだし、弟も負けていらんないだろう。前出て。はい、じゃあ一応信任投票をします。反対の人はいますか？なんで？理由？嫌いだから。多数決で当選です。朝のあれ気にすることないよな。関係ないよあんなの。あいつ父ちゃんも母ちゃんもいないんだって。父ちゃんと母ちゃん自殺したって。一家心中だった。だからあいつ生き残りなの。いつ？ガキの頃、小2の頃に転校してきたっていうから、その前なんじゃない？それであいつ転校してきた時からずっとあの髪型なんだって。約束だからな。反省して月曜までに必ず切ってくると約束するんなら今日はいいぞ。校則は守らなきゃいけないんだ。それが生徒の義務だ。校則を守らないのが悪いんだ。放課後までに職員室に来いって言っただろう。おじさんもおばさんも困ってたぞ。学校で来てくれるならそれでいいって言ってたからな。よろしくお願いしますって頼まれたんだぞ。先生、もうやめてください。お願いします。兄弟なのに全然違うな。校則を守るのは生徒の義務だ。それが守れないやつは学校に来る資格がないんだ。お兄ちゃんはな、そういうとこきっちりしてた。はい、終わります。サングラスかけてたけど絶対にあいつだった。鬼系の上に帰ってきたのかな。さあ、おっぱいこぼれそうな服着てたぞ。週1は中間試験を境に上機嫌の日々が続いている。ああ、大したもんだな。すごいわね。ねやればできるんだこれぐらい。お前は週1のことが好きで
もう一回見せて。週一のことで笑う両親を見るのが好きだった。すごいな。これ学年のトップじゃねえか。そうよ、ここなんかちょっと面白い話うちの店で聞いたんだけど。何？沖にリゾートホテルが建つんだって。陸上競技場や公園も作るって。いいよな沖のやつ。これで大金持ちになれるんだもんな。運がいいよ。車来るぞー。走り寄れー。近寄るぞー。なんで危ない。車に気をつけろ。できれば干拓地に遊び行くな。ヤクザ者の車と何かあったりしたら怪我しても泣き寝入りするしかないし、もしもこっちが悪かったらごめんなさいじゃ済まないぞ。まあいろんなものが絡んでるだろうけど、沖の人には良かったんじゃないの？みんな立ち退くの？そりゃそうでしょう。でも残りたい人もいるでしょ。そういう人はごねて立ち退き料をたくさんもらおうとする人。まあ沖は一筋縄じゃいかない人も多いから。おい、うるさくしてお兄ちゃんの勉強の邪魔しちゃダメよ。はい、もしもし。もしもし。どなたですか？もしもし。ねえ、何？この前のロードワークの時なんで車が来ても走ってたの？なんとなく。私の後ろ走ってたでしょ。たまたま。あとなんで私が髪の毛切った時先生にやめてくださいって言ったの？まあいいけど。ねえ、明日教会に来ない？明日面白いよ。うん。でも来てよ明日。神父様、明日は人の人生ってどんな意味なのか教えてくれるって。一人で聞くの嫌だから一緒に聞いて。明日行くから。明日行こう。今の話は
運命のことなんですか？エリは宿命と運命の違いについて説明できますか？運命より宿命の方が怖い気がします。怖いとは？宿命の方がどうにもできない。運命は？どうにかなるかもしれない。人間は必ず死にます。死なない人間はいません。これが人間の宿命です。ですが人間の死ぬ時は人それぞれです。自分がどんな生き方をしていつどんなふうに死んでいくのか、それが運命です。運命はすごろく版です。さまざまなマス目にいろいろなことが書かれています。その人にとって幸せなことも不幸せなことも。キリスト教では自殺を罪悪とみなしていますが、私はそうは考えません。たまたまその人は自殺のマス目に止まってしまった。サイコロの目がほんの一つ違っただけで。お父さんとお母さんはそのマス目に止まった。でもエリー、あなたは止まらなかった。もうあとはゴールまで自殺のマス目はありません。後戻りしてはならないのです。お前は知る。今日はエリの両親が一家心中を図った日だった。私はあなたを守ります。数日後、お前はもう一つのことを知る。週一のすごろく版は幸せなマス目ばかりというわけではなかったのだと。おい修二、お前まだ開けっぱなしで寝たのか？閉めるの忘れてた。ごめん。誰か入ってきただろう。何も入ってきただろ夜中に。そんなことない。土曜日の無言電話は週一のカンニングを見つけた同級生の誰かがかけてきたものだった。そして1週間の停学処分を言い渡され、週一は壊れた。どうしよう。おい修二、お前も手伝えよ。助けてくれよ。一人じゃ無理だよ。どうしよう。どうしよお兄ちゃん、もういないよ。何もいないから。おやすみ、お兄ちゃん。ビール持ってこい。すいません、お待たせいたしました。どうぞ。僕、こっち来いや。お、ボだ。
お前なんでこんなもの持ってるの？人殺しの神父のところか？あの話違うと思うけど。殺してるよ。一回で皆殺しにしたんだ。俺には分かるんだ。見えるんだ。あいつ血まみれになって笑いながら。本当だぞ。笑いながら女の家族皆殺しにしてるんだ。お兄ちゃん、あ？聖書読んだの？ちょっとだけな。どうだった？つまらないよ。全然面白くない。こいつらみんなバカだ。僕はここが好き。俺のことか？え？貧しい兄弟って俺のことだろ。お兄ちゃん、今度一緒に教会に行かない？夜だったら誰にも見られずに行けるから一緒に行こう。誰？どうしたの？兄貴なんだ。神父さんに会いたいって言うから一緒に来た。なんで黙ってたんだ？女がいるってお前なんで言わなかったんだよ。エリ、どうしました？誰か来てるんですか？修二の兄さんなんだって。じゃあ私帰るね。中に入りませんか？嫌だ。ここでいいよ。何か用があって来たんじゃないんですか？顔を見たかっただけだから。私の？人殺しの顔を見たかったんだ俺。ほら見ろ。やっぱり本当なんだ。俺の言った通りなんだ。修二、お前ずっと人殺しになってたんだぞ。人殺したやつに聖書読んでもらってたんだぞ。どんな気分だった？人殺した時教えてくれよ。直江さん、人殺すのって気持ちよかった？女だろ、最新殺したの。一家全員皆殺しだろ。どんな気分だった？教えてよ、知りたいんだよ本当に。やめてよ。修二、どきなさい。弟の話を聞かせてあげます。あなたの聞きたい人殺しの話です。弟の裕二に恋人ができた。私は裕二の恋人を歓迎しました。私たちはとても仲が良かった。兄弟で連れ立って彼女の家に招かれて食事をすることもあった。恋人の両親が弟よりも高学歴の私を気に入っていることも分かっていました。それでも弟と恋人の仲は順調だった。彼女が妊娠しました。私が乱暴をしたのです。弟は全てを知りました。恋人が全てを打ち明けたのです。ひどい兄のことを両親にも。弟は私を憎んだ。恋人も恋人の両親も私を憎んだ。私は憎しみを全身に浴びた。私は殺されるべきだった。自殺しろよ。自殺しろよ、この強姦野郎。乱暴をした。それは確かだがレイプではなかった。俺は彼女の心を
乱暴したわけじゃない。わかりますか？分かってもらえますか？私が犯した罪はだからもっと深かったのです。弟かわいそう。兄貴に女取られたのかよ。最低だな、本当。弟は私を憎むべきだった。私を殺すべきだった。でもそれができなかった。兄弟を殺すことができなかった。兄が殺されて弟が人殺しになってしまうと両親が悲しむ。弟はそんなことまで考えてしまう男でした。行き場のない悲しみや苦しみを抱え、弟は苦しんで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 私を殺す代わりにあの家族を。自殺しろよ。あんたが自殺すれば一番よかったんだ。そうです。じゃあなんで死ななかったんだ。あんたが死んでれば弟は人殺しにならなかったんじゃないのか。そうです。だったら本当の人殺しあんただろ。私が死ななかったから4人が死に弟が人殺しになった。人殺し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 待ってよお兄ちゃん。また来てくれますね。もう来ないよ。人殺しの顔を見たからもういいんだ。来てください。嫌だ。聖書を読んでください。もういいよあんなもの。聖書には言葉があります。言葉があなたをつなぎ止めてくれます。遅刻しないで。ずっと待ってたんだから。哲君は今日もお休みですか？あいつ今日用事があるって。嘘つき。エリ、修二と一緒に先に歩いていなさい。でも大丈夫です。心配ありません。ちょっとよろしいですか？立ち退きのこと。そう、あいつらしつこいの。ヤクザだろ。そんなの知らないけど。なあ、ちょっとそこの僕、うちと昔いっぺん会うたことあるな。あの子彼女？久しぶりやね。お姉ちゃんのこと覚えとった？はい。背伸びたやん。そんなん当たり前やな。もう中学生になったん？はい。当たり前やな。知っとる？ここいらへんな、もうじき大きなホテルができるんよ。
ヨットハーバーもあるし、ヘリコプターでも来れるし、世界中の金持ちが遊びに来るホテルができるんよ。せやけどここの業界がな、どいてくれへんの。地主さんはもう売ってくれはったのに、神父さん意地張ったはる。ああやね、ほんま。帰ってきたんですか？違う違う、うちな秘書しよるんよ。偉いやろ。なんか困ったことあったらお姉ちゃんに言い。沖の家な、もうさら地やねん。鬼健さんのさんやらつけんでもええんよ。そう、鬼健な、懐かしい名前やな。もうあんたら忘れたかと思っとったわ。覚えてる。つまらんこと覚えとらんでええんよ。あかんかった。まあぼちぼちやな。ほなね、また会えたらええな。はい。鬼健のこと覚えとってくれたんめっちゃ嬉しいわ。知り合いだったの？うん。じゃああんた裏切り者なんだ。ガキの頃ちょっと知ってただけだから。あの女の人に言ってよ。教会だけは私の貸せないでくれって。エリ、修二をいじめてはいけません。だって修二が悪いわけではありません。教会なくならないでしょ。大丈夫です。神父様、走っていいですか？ええ。あの子は本当に走るのが好きですね。僕も走っていいですか？どうぞ。おじさん示談にするんだって。警察に行くよりその方がいいからって。あのダンプカーの会社？そう、建設会社だけど清涼会だよね。うん。仲良くなったって言ってた。立ち退き料たくさん払ってくれるかもしれないって。私初めておじさんとおばさんの役に立ったみたい。3月に引っ越すんだって、おじさん。反抗したの？まだだけどもうすぐ。一緒に行くの？わかんないけど。引っ越す先ってもう分かってんの？
なんかインタビューみたい。東京だって。東京。重たくない？大丈夫？大丈夫。やっぱり降りようか、私。いいから捕まってて。さっきの火事って放火だよね。清涼会だよ。あいつらヤクザだから何でもやるんだ。またやると思う？思う。私も。沖の家が全部なくなるまでやるよ、あいつら。でも浜の人たちはその方がいいんでしょ。ここ100年前には海だったんだもんね。海を陸にするのっておかしいのかもね。修二何やってんだ？火事見てきた。は？沖で火事があったんだ。おばあちゃん、元気出して。これで3軒目だ。チクショー、あいつだ。手伝ってくれますか？どうしました？元気ないですね。ちょっと。哲君は学校に来ましたか？そうですか。教会には昨夜も来ましたよ。毎晩毎晩来てくれます。哲君は家にも店にもいたくないんです。はい。学校で誰からも口を聞いてもらってないんですってね。修二もそうしてるんですか？絶対に放火なんかしていないって泣きながら言ってました、ゆうべ。はい。私は哲君を信じます。エリもこの前一人で教会に来ました。東京に行きたくない行きたくないって、そればっかり。中に入りますか？それともこのままの方がしゃべりやすいですか？放火してるのお兄ちゃんかもしれない。
お兄ちゃん、どこに行くの？コンビニ？僕も一緒に行きたいんだけど。一緒に行こう、お兄ちゃん。待って。やめてよ、お兄ちゃん。来るな、帰れ。本当にコンビニに行くの？帰れ。僕に何かできることある？あるんだったら何でも言って。何もないよ。早く家に入らないと風邪ひくぞ。赤犬を出したらその家族にも同じ責任があるんだ。いいか、赤犬の家のやつ喋ったらそいつも赤犬になるんだぞ。絶対に修二とは口を聞くな。俺たちは被害者なんだぞ。赤犬というのは放火をした者のことだった。真夜中の家の軒先を走る犬、路地を駆け抜ける犬、周一は赤犬になった。この町で過ごした13年間は一生忘れません。難波さん、なんか挨拶しないのか？大嫌い、あんたたち。あんたたちの家全部燃やしてやればよかった。だったら修二の兄ちゃんに頼めよ。はい、じゃあまあそういうことで。まだ終わってません。赤犬って一匹しかいないんだと思ってるの？あんたたち。赤犬一匹じゃなくてもいいんだよ。家が燃える時ってすごく綺麗なの。あんたたち知らないと思うけど、赤犬なんてたくさんいるんだから。一匹捕まってもすぐにまた新しい赤犬が出てくるんだから。あんたたちみんな赤犬になっちゃうんだよ、誰だって。お前も赤犬になるんだって。おかしいよな。木も浜も全部燃えちゃえばいいのになって思ってます。そしたらざまあみろって言ってあげます。皆さんさようなら。はい、
終わります。電話してくれ。手紙書いてくれ。頼む。手紙でも電話でもいいから向こうに着いたら教えてくれ。どこにいるのか教えてくれ。おい、パンツ脱がしてやろうか。おい、ナンバーより連れてこいよ。あんな女松葉杖取ったら一発だろ。連れてこいよ。あれか、こいつ殺せ。おい、何やってんだよ。殺してもいいから。俺のこと殺してもいいけど、その時は絶対にお前も殺してやるから。親父さん、本当に何も言ってなかったのか？もっとちゃんと思い出せ。とにかく修二が最後に会ったんだから。え？ただいま。
帰り？ええ、弟に会うんです、今日は。死刑が確定する前に弟に会ってほしいんです。弟があなたに会いたがっているんです。ごめんなさい。時々修二のことを手紙に書いていたんです。嫌かもしれませんが、会ってやってくれませんか、弟に。エリから手紙が来ました。手紙と一緒にこんなものが入っていました。エリという少女の物語です。きっと修二に読んでほしいんだと思います。昔々、弱い人のたくさん住んでいる弱い町に弱い夫婦が住んでいました。弱い夫婦は自分たちが弱いんだと分かっているくせに生意気なことに親になろうとしたのです。弱い夫婦に女の赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんは夜中によく泣きました。その度に父親は怒鳴りました。怒鳴り声をぶつけられた赤ちゃんは一層激しく泣いてしまう。そんな簡単な理屈すらわからない愚かな父親でした。父親はやがて家で暴力を振るうようになりました。母親はただ怯えるだけでした。でもその女の子が一番憎んでいたのは父親ではありません。母親です。母親が抱きしめるからその子はどこにも逃げられない。母親の胸に顔を押し付けられるからその子は怯える母親の涙も悲鳴も諦めも背中を蹴りつけられた時の鈍い音も全部肌に染み込ませてしまうのです。母親は呪文のようにその子の名前を呼び続けるのです。エリ、エリ、エリ。名前を呼びながら抱きしめるのです。朝も昼も夜もずっと。母親は娘の長い髪をポニーテールに結んでいました。エリはこの髪型が一番よく似合うよと言っていました。でも母親は時々ポニーテールを後ろから引っ張るんです。別に理由もなくね。グイッと引っ張るの。あんたは私から逃げられないんだよって。そんなある日のことです。弱い両親は死にました。睡眠薬を用意したのは父親で、ぐっすり眠っている娘を起こさずに二人でそっと息絶えてしまおうと考えたのです。しかし二人は自分たちの弱さを最後の最後まで貫き通すこともできないほど弱い人たちでした。揺さぶられたのです。名前を呼ばれて起こされたのです。娘は逃げました。母親は追いかけてきませんでした。寝ている時だけは娘の髪やポニーテールをほどいていたからでしょうか。娘は息が切れるまで真夜中の道を走りました。裸足で走り続けました。そして何かにつまずいて地面に倒れ込んで、ふと後ろを振り向いたらアパートが燃え上がっていたのです。
修二を連れてきました。修二に何か話したいことがあったんじゃないんですか？なんで死ななかった？お前死のうとしたことがあるだろう。違うか？わかるんだ、見てるだけで。死ななかった、お前は。なんでだ？死ぬことが怖かったからか？お前は俺だ。お前は俺だ。俺たちは同じだ。やめなさい。俺たちは同じだ。俺も死ねなかった。どうしても死ねなかった。死ぬに値する絶望がそこにあったのに、どうしても死ねなかった。絶望だけが残った。絶望を背負ったまま、その絶望を他の人にぶつけた。未来を断ち切った。俺が死んでいれば、あいつらは死ななかった。俺はもうすぐ殺される。これは報いだ。俺は空っぽだ。空っぽのまま死んでってやる。お前もやがてそうなる。俺にはわかる。俺はお前だ。お前は俺だ。俺たちはもう終わりです。同じだ。修二、ごめんなさい。こんなはずじゃなかったんです。ごめんなさい。あなたは何も聞いてない。忘れてください。バカなことは全部忘れてください。ごめんなさい。私が悪かったんです。私が。遅なったわ。ごめんな。どうしたん？あんた泣いとるん？とりあえず晩ご飯食べようか。何にしよう。すいちゃんの好きなもんごちそうしたるわ。セックスさせて。しゅうちゃん初めてなんよね。かなんな。初めてなんやったら綺麗なとこでしょうな。本当にいいの？言うてるやん。コンドーム持ってないけど。そんなもんいらんわ。でも
うちな新田に赤ちゃん産んでくれって言われてんねん。新田ってうちの旦那な。新田うちに惚れとるさかいどないしてもうちに子供産ませたんやて。せやからおもろいやんゴムつけん方が。初めてのお酒か。しゅうちゃんうちと初めてのことするのこれで今日2度目やね。ほんでこれからどうするん？大阪に住むん？東京に行ってみる。誰かいてんの？別に。酔った方が喋りやすいやろ。そういうこと世の中にはぎょうさんあんねん。しゅうちゃんこの人が新田さん。お姉ちゃんがいつも仕事でお世話になっとるんよ。挨拶しなさい。酒飲ましたんか？ほんのちょっとだけやけど。それでなあんたせっかくしゅうちゃんがうちのこと頼って遊びに来たんやさかいホテルの部屋取ってやろうと思うとるんやけど南のホテルや。おう空いてあるやろ。そこ電話して取っとけ。ちょっとあんたシングルでええんよ。しゅうちゃん一人なんやさかい。僕一人じゃ歩けんやろ。おっちゃんや肩貸してるさかいに車乗る前にトイレ行こうやな。あかんってうちが連れて行くなあ親戚なんやさかい。勘定しとくさかいさ車乗っとるや。あかんよそんなんあかんって。ほなトイレ行こうか。おっちゃん捕まり。どないやゲロ出んのか。何我慢しとんねん。あげたら楽になるんやがな。俺はよあげてみ。そうやその調子や。目つき気に入らんの。気に入らん目つきしとんの自分。景気づけや。飲めやこれ。飲めな。最後まで飲むんで。地獄だからね。あの人と一緒にいるとずっと地獄だから何も考えない方がいいよ。
えると頭壊れちゃうから、頭の中空っぽにして自分のこと人形にしちゃった方がいいから。なんで？お前はこっちの方がええんやろ。飲むこいや！ゆき、自分年なんぼやねん。かいらし顔して。お父ちゃんもお母ちゃんもつらいやろのう。うちの家系じゃないな。おい主人、お前もこっち来て食べろ。早くいらっしゃい。新田さん殺さない？私あんたがするんなら手伝うけど。私東京から来たの、夏休みに。東京？私バカだから一緒に来た先輩に売り飛ばされたの。俺東京に行くんだ。遅刻だよマジ、生き時刻。新田さんが生きてる限りそれがずっと続くの。怖いでしょ。だからね、殺そうよあの人。
俺たちは同じだ。お前は俺だ。俺たちは同じだ。死んじゃったんだマジ。新田さん。違う。死んだんと違う。殺したんや。しゅうちゃん。何？あんた逃げ。みゆき、あんたどないする？うちと一緒にポリに捕まるか？それともしゅうちゃんと一緒に逃げるか？逃げる。逃げられるかどうかわからんで。逃げきれんかったらおしまいや。それでもええん？逃げる。それな。お母ちゃんのところに帰り。うちはあんたらがホテルを出たのを確かめてから警察に行くさかい。ダメ。あかねさんも一緒に逃げて。お願い。すぐ行くさかい下で待っといて。あかん。三島が迎えに来てる。今日ゴルフや。どうしよう。人を殺しました。サンスターホテル2801号室です。今すぐ来てください。早行き。すぐにフロントに電話するさかい。おにけんのこと覚えてくれとってありがとうな。早行き。もう時間ない。あんたらが部屋を出てから30数えたらフロントに電話して三島呼び出すさかい。その隙にしゅうちゃんとみゆきはロビーを抜けてホテルの外に出るんや。うん。あよ。
まだぬくいな。まだぬくいけど死んだな。もうな。しゅうちゃんのこと逃がしたってな。ええやろ。あんたしゅうちゃんにかわいそうなことしたんやさかい。みゆきもな堪忍したってな。今度な生まれ変わるやろ。そしたらもうこくのはやめよな。仇になってな。もういっぺん縁があったらうちとはおな。出る時はバラバラになった方がいいかもね。柊が先に出て私はタイミングをずらして、そうしないとマジやばいもん。大丈夫だって。私だって帰りたいもん。家にお母さんに会いたいもん。駅で30分待ってて、30分経っても来なかったら一人で逃げて。失礼いたします。申し訳ありません。はい。もしもし。もしもし。エリーわかる？俺のことわかる？どこにいるの？東京。なんで？東京に来たんださっき。だからなんで？わからない。いつまで東京にいるの？ずっと。家出してきたの？うん。ねえ、田舎に帰った方がいいと思うよ。お父さんとかお母さんとか心配してるんじゃないの？親父はいない。いなくなっちゃったんだ。お前が東京に引っ越した後。本当？嘘じゃない。おふくろも借金たくさん作ってもう家に帰ってこなくなった。兄貴も医療少年院からまだ出られなくてみんないなくなっちゃったんだ俺んち。すごいね。会いたい。私は会いたくないから。会おう。会いたいんだ。ずっと会いたかったんだエリに。
こっち見ないでくれる？見てないよ。修二、背高くなったよね。別にエリは変わってないな。悪い？全然悪くないけど。足痛い？そんなに痛くないけど歩けない。一生ね。疲れちゃったから休もうね。修二ってこういうところ初めて？どうしたの？気持ち悪いの？ちょっとねえ。修二、ねえ、大丈夫？ねえ、どうしたの？俺が違う。何？なんて言ったの？聞こえないよ。修二。俺が殺した。ねえ修二。さっき殺したって言ったよね。それとも殺したいって言ったの？違うよ。すごいね。人殺しちゃったんだ。これ修二にあげる。いつでもいいから。え？あんたの気が向いた時でいいから殺してよ。自殺するより殺された方がいいから。手紙読んだ？うん。やっぱりね。え？神父さん絶対修二に見せると思ってた。ごめん。いいお話でしょ？弱い夫婦の話。感動した？エリ。あのお話まだ続きがあるんだよ。今度はね、強くて一人ぼっちの女の子と弱くてずるい男の話だから。昔々あるところに弱い両親に心中で先立たれて子供のいないおばさん夫婦に引き取られた強くて一人ぼっちの女の子がいました。話は1年前の日曜日です。
どうだ？熱がまだあるのか？寒くないか？寝てるのか？起きられないのか？めでたしめでたしってことないか。いくらなんでもね。やめろよ。残された娘はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。ってのもないね。やめろよ。今までの話嘘じゃないからね、全部。俺お前のこと大切だった。修二ってさ、誰かとつながりたい人なんだ。あなんで？裏切られるだけだよ。そんなの私の話聞いてたらわかるでしょ。でもずっと大切だった。悪い。ちょっと休憩。ここ私の行きつけの場所。いつも一人でしばらくぼーっとしてるの。ホームレスになったらここで暮らしたいなっていつも思ってる。エリちゃん、どうしたのこんなところで。ああ、おじさんのことを迎えに来てくれたのか。なんだ、この辺で何か食べていこうよ。何がいい？それよりもっと別のところにおじさん連れてってやろうか。ん？どうしたの？
だいたい半分ぐらい来たのかな。ねえ修二、おじさん助かったと思う？わからない。死んだ方がいいと思う？どっちでもいいよ。ごめんね。田舎に帰ったらどうする？エリはどっか行きたいとことかあんの？干拓地かな。ちょっとでも走れるの？無理だと思う。走りたい？生まれ変わったら走る。じゃあずっと先だな。今からでも走れるかもしれない。え？ちょっとこれ貸して。走れるよ、エリー。何言ってるの？しっかり捕まってて。やめてよ、危ないってば。もっとしっかり捕まってろよ。みんな見てるよ。行くぞ。手離すなよ。うわー！うわー！うわー！うわ修二、お前が東京の街を駆け巡っていた頃、大阪の郊外、奈良県との境に近い山から腐乱した死体が掘り起こされた。翌朝にはその死体の身元が判明する。東京から家出してきた少女は自分の物語をお前以外の誰にも物語らないまま土に帰った。修二、春の終わりのよく晴れた日の朝、私は干拓地の広がる町を立って私のふるさとへ向かった。ずっと私のそばにあった弟の遺骨を両親の眠る墓に納めた。罰当たりの私は仏式の墓の前で弟のために聖書の一節を読み上げた。世は去り、世は来たる。しかし地は永遠に変わらない。後になって私は知る。同じ言葉をお前たちも読んでいた。朝日の差し込む列車で。それを聞かされて修二、私はお前のために泣いたのだ。先に出てるね。悪い。
修二、おじさん助かったんだな。お前人質だから、余計なこと言わなくていいし何もしなくていいから。そんなことしたってダメだよ。逃げられないってば。いつか走れるから、いつか走ろう2人で。うわー！私ね、ゆうべ彼氏に振られちゃったんです。落ち込んでてぼーっとしてたら、シャッターの落書きっていうかメッセージ読んで、なんかよくわかんないんですけど、結構気に入ったりなんかして。もしもし、聞いてます？お前の物語はここで終わる。ここから先はお前の物語ではなく、お前に伝えておきたいささやかな夏の光景に過ぎない。ひまわりが今年も咲いた。精一杯背伸びをして朝日と向き合っている。お前の墓にも一輪備えてある。私が昨日お前の残したたった一人の家族と一緒に墓に備えてきたのだ。のぞみ、のぞみ、明日は何の日ですか？お母さんが帰ってくる日。明日の午後にはかつて教会と呼ばれたこの家も賑やかになる。男の子の母親が罪を償ってふるさとに帰ってくる。そして修二、最後の最後だ。聞こえないか修二。我が家の玄関の前のなだらかな道を歩いてくる足音が。かけっこが得意なのぞみに付き合って家の近所を一回りして、のぞみより随分遅れて今
ゴールイン間近の人の足音が。修二、お前にも聞こえないか？